イグランドジョンです。今回はナビ VS ゲロゲロクランというクランですね。ちょっとクラン名面白いですね。はい。早速やっていきたいと思います。はい、先行ゲロゲロクランからのアタックなんですけど、トツビズかガゴが最初に来そうかな。ガーゴイルっぽそうだけどどうでしょう。おう、ウィズの方でした。インビジブル、ね、そうだよね。巨爆スペースもあるので、なかなか怖いところですけど、ぶち込んできましたね、ウィザードで。インビジブルの数は3枚。巨爆小爆はあったんでね、うまい感じにヒットすると、スーパーウィザードは全滅するという、だいぶ力のこもったね、突撃艦から開始されましたが、ここからはドラドラで対空砲のケアをラバルでする形でやっていくのかな。あ、クイーンなんだ。対空じゃないや、対地がね、置いてあるんで、それをかわすためにラバーハンド使うんだ、うまいなと思ったんですけど、そういうわけではなかったですね。結果ラバーハウンドは使うと。ここなんだろうね、ラバルでサイドカットドラゴン系ですれば、この対地クロスをクイーンが受ける必要ないんで、特にここレイジタワーも乗るんでね、そういう使い方でも良かったのかなとは思いますが、これクイーンがこんなに HP 持ってかないのちょっともったいないよね。中心部までドラドラきっちり入りつつ、これはね、タウンホール14とかのレベルの時から、形取られてるこのタウンホール区画孤立のところをトツウィズとかトツガゴで取って残りをドラゴンで流していくっていう形でいけるタイプの配置にねかなりなってるんでね、確かに強そうなプランですねこれは。モノリスの方が教団大砲を守ってくれまして、クラン城の方が残りましたね。スケルトンが1枚あるんですけど、ここは撃つならもうここかモノリスまで残すかっていう2択になると思うんですけど、キングが外周流れて、ロイヤルチャンピオンの方は投石のターゲットが入ってるって感じかな。これそうなるとフィストも残ってるんで、撃つんだ。撃たなくても良さそう。ロイヤルチャンピオンはどうせ死んじゃうんで、キングクイーンの方確実に、スケルトンもあるんでって感じだったんですけど、余裕ですね。キングの方は今回は外周部を流す目的なので、ジャイアントガントレットではなくて通常のアイアンフィストというか、通常のやつらの名前を覚えてられないぐらいなんですけど、外周流しはこういうやり方強いですね。あとは吸血ヒゲとかもね選択肢に入ってくるかな。吸血ヒゲとかがね選択肢に入るとはいえ、レベル上げてる人も少ないでしょうからね。まだファンストレベルまで上がってるっていうなると、今すぐ使えるのはこういったね今まで通りのって形の方が多そうですが、ピーカスジャイアント5体編成ですが、どかどかつなげて進んでいって、シューターのためにまずはバルーンで削っていった形ですね。なるほど。9時にキングを入れて、クイーン単品でタウンホールを目指していくっていうやり方で、縦ユニットでジャイアントで細かく取っていきたいっていうような形ですね。早めのフィストで戻っていって、クイーンに当たらないようなイメージですね、ターゲットが。いいタイミングでのフィストで、これはリクスケルトンとかも簡単に処理をすることができつつ、もう1枚スケルトンの呪文を置いて、対地クロスのターゲットを拾いに行くようなイメージですね。で、さらにスケルトンの呪文を使って、永遠にダメージコントロールがうまいですね。援軍の方もスーパーガーゴイル出てるんですけど、キングとフェニックスの方でね、ターゲット取れるような状況取れてますので、非常にいい形。で、タウンホール6時、外周部からロイヤルチャンピオン流すような形で取っていって、フリーズとかがね、そろそろ HP 管理で打つかどうかな、みたいなところを見つつっていう感じだと思うんですけど、ヒーラー出てきた。ヒーラー3体でつつ、ロイヤルチャンピオンなんですけど、ロイヤルチャンピオン能力解放。フォックスがついてるんで、そろそろそうですね。インビジブル消えていって、1度目はフリーズ、トームを打ちたいのでギリギリまで貯めてから、ここは一旦逃してからのトーム入れていきます。一応ヒーロー処理できてるんで、クイーン、じゃねえや、キング処理のための、めっちゃいいインビジブルフォックス。ロイヤルチャンピオン延命かつ、ここでロイちゃんのためにインビジブルもう一発撃ちましたね。フォックスがね、今ね、インビジブル化をつけてくれたんですけど、バカ強かったですね。さすがのラバルですね。
まあ、特に天才とかスケルトンインビジブルは使わないでね、呪文の、アドバンテージ的なところはないんですけど、その分スケルトンの呪文を盾に使ってヒーローを生かしていった形で、まあ、結果天才ラバルとかと同じぐらいのヒーローパートを削ることができてましたね。まあ、対戦相手スーパーボーラー。まあ、結構対戦で見る数としてはスーパーボーラー減ってきたなーって印象なんですけど、まあタウンホール真ん中だったら確かに採用もあり得るって感じかな。ヤッタくんがね、なんかヒーリングトーム使った形でスーパーボーラーやってるのは見るけど、これどうだろう。おお。テスラカットをね、全力でいきましたね。めっちゃ全力でやってますね。うん、そうだね。ちょっと怖いとこだった。レイジス、あ、おお、なるほど。そうですね。結果レイジ必要になっちゃったみたいだけど、早めにつけとくともしかしたらいけたかもしれない。スケルトンの呪文を置いてからのフリーズ、シングル IT なんですね、ここ。さらにウォールブレーカーつないでいって、テクニカルにつなぎ目を食い火でまずは動かしていくような感じですね。おお、10日弊社。これも久々に見ましたね。まあでも10日弊社も、ね、ペッカのレベルが上がってるから、うわー、嫌なムーブしたね。トーム打っちゃいたい。カオス。あ、フェニックスなんだ。だいぶカオスなことになってたな、今のは。いや、それは意味ないフリーズ。まあ、気持ちはわかるんですけどね、フェニックス状態のやつはもう時間で勝手に消えちゃうんで延命する意味がないんでね。で、ルートライダーが10日弊社からは出てきました。面白いヒーローペットの組み合わせですね。キングの方は、フロスティ採用っていうのは10日弊社とかと合わせて動かすから、っていうところもあったのかな。トームはしっかり温存してたので、まあ、クイーンを救うことはできなかったですけど、ここでスーパーボーラーパートで切り替えて取っていきたいところですね。強いな。ただ、ロイヤルチャンピオンがあとはもうどれだけ頑張れるかゲーミングになったんで、ロイちゃん次第ですね、これは。いいボーラー。スーパーボーラーは。まあ、最後、大きく削ることはできてますが、あとはルートライダーですね。10日弊社から出てきたルートライダーも一緒に動いていくんですけど、スピードがね、どうしてもね、ロイヤルチャンピオンの方が速いですからね、ルートライダーが追いつくことができず、なんかターゲットを取るみたいな目的としてはあんまり使えなかったですね。あとはフォックスが遠いところで離れてくっついているので、まあ、なかなかフォックスがターゲットを受けず、インビジブル化が続いております。いいですね。これ、伸びすぎでは？ヒーラーも途中少しだけついてた時間があったっていうことで、そろそろインビジブルが入るとワンチャンあったんですけど間に合わず、まあ、とにかく残ってる区画がきついですね。今、強い防衛施設が3個ポンポンポンと並んでるので、まあ、どうしてもここはクイーンが生き残って入ってほしかったところかなと思います。これなんでスーパーボーラー一緒に合流しなかったんだろう。なんか一緒に雑に入れてって、こっちはキングサイドカットで入れてってもなんか良さそうな感じには受けましたけどね。高くクイヒールトライダー。キングオブ6体ということで、サイドカット重視ですかね。対戦相手も、ちょっと対策陣チックな感じですね。まあ、配置の系統としては結構バラバラですね。さっきは対策陣からタウンホール真ん中と。まずは9時の区画をサイドカットしてクイーンを入れていきたい流れではなさそうなのか？リカバリードリルかこれは。それともプラン通りドリルなのか？おお、バルキリーがたくさん出てきた。ツインよバルキリー。そのレイジバルキリー、イエティより強そう、ワンチャン。いや、どうなんだろう。わからん。まあ、イエティでもある程度同じようなことはできそうだけど、リクスケ出てきたところに対する強さは半端なかったっすね。サイドカットのスニゴブ6体持ってきてるんですけど、ちょっと遅れてる感じがありますね。さあ、ルートライダーぶち込んでリカバリー、どうなんだろうね。これもう、ガクの場合はなんか、プランなのかリカバリーなのか分かんないぐらいの勢いでリカバリーするんで、さあ、いいボールブレーカーですね。クイーンも道がつながるような形になります。それで。もう1枚一応投げ、そうだね。投げたね。ちゃんと大工とかクランジオンのところつけばいいなっていうようなボールブレーカーを投げましたが、手前についていました。いいタイミングで投げることはできてましたが。
さあ、ここでトームかけていって、ちゃんとクイーンにトームが入ってるのがね、偉いっすね。しっかりクイーンがね、離れ離れになるタイミングでトームかかった時に打っていきました。ヒーラーは1体しかいないんですけど、ここレイジで耐えれる火力というところを見切って、レイジ乗っけつつ、モノリスのターゲットだけは受けちゃいけないので、ここはね、スケルトンの呪文でターゲットを取っています。かなり苦しい展開ですが、クイーンの方は死にかけながらも、投石機を突破、そしてロイヤルチャンピオンも、ポイズン受けてるんですけど、スケルトンの呪文がね、ずっとモノリスをターゲットしてくれていたので、モノリスの方もロイちゃんで苦しいけど突破することができました。さあ、ベビドラをウィズ島のターゲットを取らせつつ、裏からウィズ2枚、しっかり残してたフリーズを最後とどめで打ってあげて、ウォーデン合流して、一気にこれは全開ということで、大元のプランが若干崩れてるかどうかわかんないですけど、最終的なこのね、最後の呪文とユニットのやりくりみたいなところはね、かなりアドリブ力がね、必要なところだったんでね、うまく取りましたね。なんか最初のやつは援軍の中身的にはプラン通りな気がしますね。食い火しっかり流してドリルあそこのマルチ相手に刺すっていうのがなんとなく、金山切ってないところから見ても、どっちかっていうとワンチャン6時入っちゃうかもっていうほど一瞬手が止まったのかもしれないですね。これは突アチャだと思うんですけど、ゴブリンとウォールブレーカーがタッタッタッと走っていって、しっかりゴブリンとかウォールブレーカーがクローンされないタイミングで、ここはいいタイミングでクローンを打っていきましたね。で、中心部できるだけ削りたいところ、ルートライダーの入ったスーパーバーバリアン編成。スーパーバーバリアン編成、これ強いですね、今。ルートライダーをね、入れることによって、ヒーローパートがね、すごい伸びますからね。さあ、どこまで伸びるかですが、ここは、まあって感じですかね。ある程度大きく削ることはできたかなっていうところと、視点、中心ちょっとマルチとかこの辺残ったのちょっとだけだるいんですけど、大工がないのが良かったところですね。ウェイ。一気の逆サイ展開、大量に投げ込んでいきました。ウォールブレーカーの枚数をこれ温存できるのも強いところですよね。あと、アイゴレ系の援軍ってこうしてスーパーバーバリアンでね、援軍の方を処理することができるのも強いところかなと思います。さあ、キングのコントロールをミスりましたねというか、サイドカットを投げなかったところ。さあ、リカバリーでここはルートライダーも投げていきつつ、流れてしまったのはしょうがないんですが、ここでしっかりリカバリーでいろいろね、ルートライダー残してたやつとか、スーパーバーバリアンとか投げることできてますね。で、レイジと結構合わせることが多いんですが、ここはヒーリングトームの採用で、結構タウンホールが、確定でね、取れないんで、スーパーアーチャーパートでは。かつ、ヒーローパートで真逆からのインを入るので、レイジではなくヒーリングトームで、耐久力を上げようというのが今回のコンセプトかもしれないですね。で、ウォールブレーカー投げたんですが、キングのための道は作れず、スーパーババリア残り8体。とりあえずインビジブルタワーの発動。呪文がないんでね、これね。難しいところですね。あとはロイちゃんとロイちゃんをぶつけるような展開に最終的にはなっちゃうのかな。さあ、ルートライダーがここは道を作ってくれて、クイーンで落とせると熱いんですけど、なかなか厳しいかな。モノリスから差し込んでいきます。さあ、ディギー採用ですね。リスト使っていって、ちょっと、厳しいかどうなるこのタウンホール。ロイちゃんブーメラン、ここは絶対入れたいところ。ロイちゃん短期で、ここは落とせるか。落とすことができると、なんと、キングからのこの対地クロス先に折れると熱いけど、迫撃が地味に強い。惜しいですね。さあ、カズマくん、61天才のルートライダーにネクロとか入ってるんで、食い火じゃなさそうですね。エレクトロタイタン型みたいな感じで、そうですね。おで火使って、61だと対地とか投石とかあっちを折るのかな。そうですね。対地投石のところを折りに行きました。で、クイーンをなんか外周部で処理をすることができましたね。で、シューターのためのバーバリアンでテスラチェックしっかり行いつつ、かなり強いですね。反対サイドもババーチャを展開しております。で、スニゴブどこだ？だか。
キングのための道作ってんのかなこれは。3時がかなり削りに入りましたね。キングが入るような形になりそうですね。この編成のいいところはね、これ、ウォールブレーカーとジャンプがいらないところですね。キング早いですね。もう展開していきました。3時に組み込みつつ。バルーンからのベビドラも2次サイド置いて、もうキングはここで早めのフィストを使っていきます。援軍に対してはエレクトロタイタンを採用してるんですけど、ちょっとタイタンがね、内側に入ってくれてないんで、援軍処理に手間取ってますね。ただ、ルートライダーは道を作ってくれます。おお、3時キングお釣り出てる。で、9時のシューターは本当に強い。いいと思う。ルートライダーにヒーラーが映ってないので、ルートライダーがね、すごいやられてしまってるんですけど、そこを、守るためのトームで、なんとか時間を稼いでヒーラーの合流を待ってるような形です。さあ、ルートライダーが穴を開けてくれないと、タウンホールの方には向かえないんですが、しっかりここで道を作ってくれました。この段階でまだレイジフリーズ3枚ありますね。クイーンは速攻クロークでタウンホール落としつつ、6時裏からロイヤルチャンピオン展開。クイーンの方で、ここタイチクロスオルトは、とはロイヤルチャンピオンが呪文を潤沢に残した状況で、余ってますね、もはや。ジャンプでいらなくなった部分で、結果ジャンプでも取れたところではあるんですけども、ルート取りがめちゃくちゃうまいっていうところと、もしなんかね、予想外のことがあっても呪文でレカバリーもできましたね。いやー、めっちゃ強いな、今の。さあ、花火かな？ライトニング折りの花火、そんなしたら2時からもう一気にレッツゴーになり、おい、全然違いました。もう、超高速展開ですね。キングに役つけています。ポイズンタワーのターゲットも吸いつつ、タウンホール前で落としていって、スーパーガーゴイルですね。これはタウンホールは落とさないような感じで、中央の防衛セットを削れればいいやという形ですね。中央、タウンホール取れない代わりにかなり強い防衛施設多いですからね、ここ。モノリス、イーグル、マルチ IT、マルチアーチャータワー。クローンも2枚あって、かなり削りましたね。この採用役でやるんだ。面白いですね。キングでタウンホール取るんですけど、ちょっとエレクトロタイタン、これジャイアントガントレット持ってないかもしんないですね、この人ワンチャン。タイタンいるじゃないや、ガントレットあるならタイタンはいらないかなって感じなんでね。ハイダメージももともとついてるので、ワンチャンガントレット持ってない人かもしれないですね。キングの方も余裕ですし、さあ、ロイヤルチャンピオン。これは対1のターゲットスーパーバーバリアンで取りたかったですね。どっちにしろフリーズあるからいいやっていう考え方なのかな。3時はキングで担当できるので、あとはロイヤルチャンピオン速攻ブーメラン打ちつつ、マルチアーチャーターンにディギーが入れば終わりですね。すごい。強かったな。なんか最近こういうボックス系のものをね、中央、なんかドラ系の攻めをほとんど、見れてこなかったっていうのもあるんですけど、懐かしい攻め方って感じがしますね。前回のバランス的にも、環境的にもやっぱタウンホール14が一番近いタウンホール帯になってるのかなって感じがしますね。こういう、なんか一発目のやつとかもそうだけど、タウンホール14の頃によく使われてたドラ系の攻めのやり方そのまんまで前回取れてるんで、シンプルになんか14っぽいなーっていう攻めが対戦相手からも多いですね。さあ、スケイン部はここは、スケコウモリですね。配置モノリス、ヒーローパートのための削り。さあ、これはちょっと投石のダメージ、ポイズンも入って、攻めて、ちょっと大きく失敗してしまった。これはしんどいですね。迫撃のターゲットをババーチャで拾いに行きます。しっかりターゲット取ってますね。大砲のターゲットがね、ギリギリなんで、これ、じゃあギリギリ予想を避けていって、際どいところですが、シューターの延命はかなり綺麗にできました。ちょっとモノリスだるいっすね。第1クロスも当然めんどくさいんですけど、
さあ、ここから金を入れていきます。うん。まあ、残ってしまったところ相当火力も高いので、ここは一度フリーズで守りつつ、頑張れキング早く行けというところですが、ヒーローパート、ちょっと厳しいですね。モノリスだるいよね、これ。ヒーロー向かいづらいところにあるからね、これは。で、反対ゴーレムがターゲットを取ってくれたところなんですけど、ユニコーン行かれるのもだるい。モノリスがシンプルにめんどくさい。ここからウォールブレーカー入れて中央とまだ狙ってクイーンか。クイーン処理あたりまで狙えると美味しいなって感じですかね。かなり時間は貯めている。タウンホール前のところもシューターで多く削りを入れながら、さあここからラバルパートスタート。クイーン処理までクイーンで見れるところから始めていきたいというのが狙いですね。アーチャーがこれはシングル IT だったのでターゲットを取りつつクイーンの延命をしてくれました。シングルまでは折れそうですね。ポイズンタワー盛りつつ、あとはタウンホールラバルと投げていくような形。ロイヤルチャンピオンがしれっとモノリスのところまで届きまして、タウンホール、これはもうトーム打ってますね。トルネードかかってますが、タウンホールラバルの方で落とすことができました。さあ、残してたバルーン、ウィズドの方にしっかり差し込むことで空に対応する防衛施設がない。あとはロイヤルチャンピオン、どこまで伸びるかゲーミング。ポイズンタワーが帰ってきちゃった。あ、かわしていく。めっちゃ美味しい、その、エラーですね、これは。大嫉妬。さあ、ロイヤルチャンピオン、ブーメランかまして、マルチ IT 折れるとシングルは数で押せるので、これリカバリーすごいですね。相当しんどかったけど、ナイスリカバリーですね。さあ、対戦相手、スーパーバーバリアン編成。さっきもありましたね。ルートライダーの入ったスーパーバーバリアンのスパーチャここ来そうですかね。確かに強そうではある。うん。それはちょっと強そう。うん。ちょっと強そうだよね、これ。さあ、ここからクローン入っていきますが、アイゴレとかターゲット入って破裂するとめんどくさい感じにはなりますが。そうですね。クランジョー越しにマルチ IT を折れつつ、ロイヤルチャンピオン勝利。うん。まあもう、インビジブル使わなくていいかな。さあ、かなり狙いの削りはできたかなって感じですね。まあ、タウンホール側から投げてったわけなので。いや、ルート作りいいな。タイチクロスがちょっとめんどくさいんですけど、そこはどうするかな。ロイヤルチャンピオンでも刺すのか、それとも。うん。しっかり回収も残して、ルートライダーも手元にまだ2体残して、おお。単品でなんか、これはなんだろう。ゴーレムみたいな使い方ですね。ターゲット取りかつ防衛施設を削りつつ、ルートライダーが穴をゴリ押しで開けて入ってますね。で、ここもヒーリングトーム型です。さあ、キングは流れてるんですけど、フィストで大きく12軸角を削りつつ、さあ、下はテスラ。ルートライダー全部投げ切って、あとはスーパーバーバリアンっていうところですね。おでん像にベビドラ投げていきつつ、しっかりこういうね、ダクエリタンクとか、1枠ユニットで回収できるとこ拾いに行くのいいですね。この時間、この編成も加速の呪文がないので、回収も結構意識しなきゃいけない編成なんですけど、スーパーバーバリアンパートですね。うん。中盤の水塔とかテスラを削ることでロイヤルチャンピオンを、負担を削っていきつつ、あとはインビジブルが一発残ってるので、ロイヤルチャンピオン延命のために考えてると思うんですけど、そうですね。ディギーもあるので、って感じだけど、打つなら早めに向かった気がするけど、それはためすぎましたかね。うん。結果かなりいいプランだったかなと思います。回り回って全開です。さあ、パーフェクトチャレンジ、クラウス。スケルトンインビジブル4発あるんですけど、ヒーローのタンクにも使うかもしれないんで、どういう使い方になるかわかんないですが、ロケバルあるんで、これシューター用かな、もしくはヒーローのためのサイドカットを使うかって感じですが、シューターセットしたら次にやることはそこだと思うんですけど、うん。グランジョーマルチのところ、おお。ロイヤルチャンピオンのターゲットを拾いに行くためのものだと思いますね。スケルトンがロイヤルチャンピオンに反応して、流れてしまうのを防ぐためにっていう形だと思いますね、これは。
うまい。そこまでしっかり考えてる。ロイちゃんに釣られて、スケルトンが流れて、インビジブルのね、あれ、ターゲットを外れるっていうのが、まあ、唯一の負け筋と考えて、まあ、それほど、割いちゃってもいいというのが、このプランですかね。で、迫撃砲のターゲット、おーい、ヒーローダイブだ。タウンホールまで行きますね、これは。で、ロイヤルチャンピオンももう全部使ってってなると、このロケバルは対空砲削ってラバの延命の方になるのかなか、マルチ IT を削りに行くかとかですかね。多分ここはピストをね、ジャイアントガントレットを何としてでも、中心とか火力の高いところに残したいので、先に、ホームから入りましたね。で、ウォールブレーカー使いつつ、キング強い。ちょっとタウンホール起動してるのはね、嫌なところではありますが、アイスゴーレムもいいタイミングで入りつつ、さあ、ロイヤルチャンピオンはフォックスついてるんで、ストライカーもいいタイミングで投げれてますね。ヒーローパート、すごいな、これ。さあ、クイーンは黒く打って、クイーン処理とタウンホール処理、ここはフリーズを使いつつ、なんとかタウンホールまでダイブ成功。あとは、もう裏側のところですね。ロケバル一気に走ってそこからのラバハウンド採用。あとはフリーズ重ねて、マルチ IT を完封するだけですね。もう一回フリーズ。気づけば空に対応する防衛施設が全てなくなっている。いや、これ、えぐいな。まあ、これもね、14とかだと、クラウス結構好きなヒーローダイブでしたよね。ウォーデンをリクパートで使って、まあ、タウンホール、結構反対気味からランチャーとかバスターとか使って、なんかいろいろね、突っ込んでいくの好きでしたよね。まあ、ジャイアントガントレットが本当に強いので、あと、ヒーローギアでね、ウォーデンの中身をね、ライフオーラだけじゃなくて、いろいろ選択肢取れるっていうのもね、このやり方に合ってるかなと思います。はい、終わりまして、ナビ VS ゲロゲロクランは15対13で勝利でした。まあ、結果だけ見るとね、対戦相手も13点というところで、内容からするとかなり圧勝というか、前回の質もね、圧倒的にこっちの方が高かったかなとは思うんですけど、それでも、コアで見た時に13点って非常に優秀ですよね。それが今の環境かなという感じで、若干差がつきづらかったりもするんですけど、そんな中で、ね、15点っていうスコアを取り続けるのはさすがですね。どんなにね、強いクランでも15点以上のスコアをね、出すことは無理なので、15点以上ナビからね、取ることができればワンチャンナビに勝つこともできるし、逆に言うとね、ナビの方も15点以下を取らなければ負けることは絶対ないというところでね、まあ一応、時間勝負っていうところまで考えればあるんだけど、まあ基本的にはないと。まあまだまだね、まあ一般プレイヤーも僕も全然そうなんですけど、カンスト遠い人も多いと思いますし、ヒーローペットだったりね、ヒーローギアだったり、防衛施設だけじゃなくて上げなきゃいけないところもたくさんあるんでね、まあまだまだカンスト環境は遠いので、まあバランス的にもこのうち良くなってくるのかなと、まあ運営からの調整次第ですけど、期待しております。はい。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。また